今回はフォートナイトのポピープレイタイム公式クリエイティブマップから新たに判明した資料をもとに、チャプター5へつながるであろう考察と、今まで謎だったチャプター3のラスト、唯一まともな実験体であり、みんなのアイドルであるキシーミシーを襲った犯人の特定に迫ります。犯人の情報。この事件はシリーズの中でも特に有名なものです。まずは、全体の流れを簡単に整理しておきましょう。チャプター3のラストで、主人公とポピーが監獄へ続くエレベーターで降下している最中、上の階ではキシーミシーが何者かに襲撃される事件が発生しました。その瞬間、激しい悲鳴とハギーワギーのジャンプスケアに似た方向が工場内に響き渡ります。ジャンプスケアとは、プレイヤーが捕まった際に発生するホラーゲーム特有の驚かし演出で、画面いっぱいに敵が迫ってくる場面を指します。この時点で、ハギー本人が現場にいたかどうかは分かっていません。しかし、公式ストーリーブックによると、キシーミシーとハギーワギーは色違いなだけで構造はほぼ同じであり、生体の仕組みも共通していると考えられます。唯一の違いは、その内部にいる孤児の人格です。この情報をもとに考えると、襲撃の際に聞こえた悲鳴はハギーのものではなく、キシー自身の声である可能性が高いと言えます。実際、彼女が重傷を負っていたこととも一致しており、悲鳴と負傷の両方がキシー本人のものであると考えるのが自然でしょう。当初は情報があまりにも少なく、犯人を特定することはほぼ不可能とされていました。しかし、キシーの損傷状態を詳しく見ると、炎による火傷のような痕跡が見られます。この点が、後の推理につながる重要な手がかりとなります。焦げた実験体。キシーの焦げたような症状とよく似た存在が、実は監獄内部でも確認されています。それが、大量に積み上げられた実験体の遺体の山です。その多くは黒く焦げ付き、周囲には煙が立ち込めています。この様子から、ごく最近になって焼かれた痕跡があることがわかります。そして、その数は決して少なくありません。では、なぜこれほど多くの実験体が焼かれたのか、この点を考えると、キシーが受けた火傷のような症状と一致していることに気づきます。つまり、プレイケアや監獄のどこかに、物を焦がす力を持つ存在がいることを示しているのです。犯人の候補、焦がす力を持つ可能性がある存在を探ってみましょう。最初に挙げられるのはオーウェン・ザ・オーブンです。これは最高温度が摂氏200度に達するキッチン用のおもちゃで、テスト段階では子供たちに手術が必要なほどの大やけどを負わせてしまい、不採用となった危険なおもちゃとして知られています。ただし、オーウェンが実験体として使用された描写はなく、その動力構造も未だに不明です。次に候補として考えられるのが、ナイトメアクリッターズのサイモン・スモークです。彼のモチーフはドラゴンですが、炎を吐けるかどうかは明確にされていません。口の構造を見ても、バーナーのような発火器官は確認できず、もし炎を吐ける存在であれば、主人公と対峙した際にその能力を使用していたはずです。したがって、サイモン・スモークは炎を扱えない個体である可能性が高く、犯人候補からは外れると考えられます。劇場事件、焦げた実験体に関する描写は、実はもう一つ存在します。それが、劇場事件で見つかった証拠品です。おそらく劇場内で火災が発生したと考えられます。現場には、焦げついたハギーワギー人形や、もはや原型をとどめない黒焦げの残骸が散乱していました。劇場事件の詳細は未だ明らかにされていませんが、これらの痕跡は炎を操る実験体の存在を示す手がかりとも受け取れます。もしこの推測が正しければ、キシーを襲撃したのはこの炎を扱う存在であり、この個体がチャプター5で新たに登場する敵として現れる可能性もあります。追跡者。次回作で鍵を握る注目すべき個体が一人います。キシーとポピーは、ある存在から逃れるために通路の脇道へ身を潜めていました。時系列を踏まえると、このあいつこそがキシーを襲った存在だと考えるのが自然です。整理すると、チャプター3でキシーはあいつに襲われ、一旦逃走してからポピーと合流。その後、主人公を追って監獄エリアへ移動し、主人公と共に再びあいつから隠れる展開に至った。少なくとも、この一連の流れは状況証拠から無理のない推測です。ただし、火炎放射器やバーナーといった明確な描写は現時点で確認できていません。ここまでの結論は、あくまで状況証拠を重ねた推論の域にあります。前提を整理できたところで、ここから確信に向けて徹底的に検証していきます。実験体1223。ここまでの考察では、フォートナイトのクリエマップから新たに見つかった資料をまだ扱っていません。ここで、その中でも特に重要な1枚を紹介します。それは、マミー・ロングレックスに関する実験報告書です。
実験報告書、実験体1223、第1部、担当職員、ジェシカ・ニューマン博士。午後8時過ぎ、実験体1222、マミー・ロングレックスを収容区画から取り出し、実験体1223と同じ区画に入れた。実験体1170、ハギーワギーの事例をもとに、マミーの攻撃的な行動を抑制するための治療的アプローチとして、を試みた。マミーには、彼が共に働ける存在であることを説明し、良好な行動を保てば、彼女は、できると伝えた。しかし、マミーは突如として暴れ出した。彼は恐怖に駆られ、どうすることもできなかった。警備員は軽傷で済んだが、それは偶然に過ぎない。その時、マミーにとって最も重要だったのは、自分の子供を奪おうとする者を排除することだった。彼はマミーの鎮静が効く前に、された原因、彼の不十分な調整、およびマミーの人格的異常の持続、尾行。このような事例は、条件付けの手法が全ての被験体に一律に適用できないことを明確に示している。被験体ごとの心理的要因が常に障壁となり、適応的な調整が求められる。その対応ができれば、犠牲者と資源の損失は最小限に抑えられるだろう。この報告書は、マミーを他の職員と一緒に働かせるために行われた共存実験の記録とみられます。研究チームは、マミーの攻撃性を抑える目的で、彼女に似た別の個体、実験体1223を同じ区画に入れ、抑制効果を観察しようとしました。しかし実験は失敗し、結果として1223は死亡、マミーは再び制御不能となったと記されています。チャプター4では、名前だけ登場したニューマン博士がこの報告書に登場しています。彼女はハギーワギーを穏やかにするため、キシーミシーを同じ区画に入れて抑制させた。その成功例を踏まえ、マミーにも対になる存在を与えようとしたと考えられます。名前こそ黒塗りで隠されていますが、実験体1223がダディ・ロングレックスである可能性は非常に高いです。マミーの1222と連番であること、同系統の伸縮構造を持つこと、さらにおもちゃとして同時期に販売されていたこと、これらの要素がその裏付けとなります。また、イラストや看板などでも彼の存在は示唆されていましたが、ゲーム本編には一度も登場していません。なぜなのでしょうか。それは、マミーによって殺害されたためだと考えられます。報告書の中にある、ダディは鎮静が効く前に、されたという記述。これはおそらく殺された証拠でしょう。マミーが単独でゲームステーションに残り、一人で孤児たちの世話を続けていたことも、この推測を裏付けています。つまり、実験体1223であるダディ・ロングレックスは、制御実験の失敗によって排除された個体であり、最終的に地下へと放棄された存在である可能性が高いのです。全然かわいそうじゃないダディ。闇に葬られ、日の目を見ることのなかったダディ・ロングレックス。しかし彼については、公式オリエンテーションノートや、フォートナイトのマップで発見された資料にもいくつかの記述が残されています。それによると、ダディはマミーのただの色違いではなく、口ひげと中折れ棒がトレードマークの紳士的なおもちゃとしてデザインされたようです。キャッチコピーには、バーベキューが得意な理想の父親とも紹介されています。一見すると、温厚で家庭的なキャラクターのように思えます。しかし、ここで一つ大きな矛盾が生まれます。マミーを含むロングレックスファミリーは、プレイタイム社が特許を取得したエラスティックプラスチックという特殊素材で作られています。この素材には明確な注意書きがあり、熱に弱いという致命的な欠点があるのです。にもかかわらず、ダディの趣味はバーベキュー。つまり彼は、家族が最も苦手とするものを好んで扱う存在なのです。例えるなら、アレルギーを持つ子供に、平気でその原因となるものを差し出してしまうような、危険で無神経な父親像がそこにあります。これはプレイタイム社の公式設定上の演出であり、実際の真意は明かされていませんが、少なくとも、やばいやつという印象を意図的に植え付けていることは間違いありません。さらに、当時のマミーにはマリーだった頃の記憶が一部残っていたと考えられます。そのため、このダディの被験者としてかつてマリーをいじめていた孤児の少年が使われていた可能性もあります。もしそれが事実なら、マミーが理性を失い、強い敵意を示した理由も説明できます。そして彼は、マミーから逃げようとして逆に襲われ、地下に放棄されたと推測されます。しかし、完全に死んだとは限りません。この失敗作こそが、後に地下で活動しているあの存在へと再構成された可能性があるのです。あいつ、過去の視聴者のコメントの中に、非常に興味深いコメントがありました。それは、オレンジロボットトイという存在です。
このあいつの正体がこのおもちゃなのではないかという意見です。初めて聞く名前でしたが、調べてみるとそれはチャプター2のリジェクトルームで確認された報告書の一つにありました。その内容によると、プレイタイム社が例のエラスティックプラスチック素材を使って新製品を開発する際、マミーロングレックスを作るか、オレンジロボットトイを作るかの2案で検討が行われ、最終的にマミーが採用され、商品化されたと記されています。開発初期の段階では、プレイタイム社は伸縮性をどのように活かすかというテーマをもとに、雲型のキャラクター案とロボット的なデザイン案の2つを比較していました。ここからは仮説ですが、もしオレンジロボットトイが雲をモチーフにしたロボットだったとすれば、最終的に採用されたマミーロングレックスとは対をなす存在として構想されていた可能性があります。マミーが柔らかく女性的な性格を持つ女の子と雲のキャラクターであるのに対し、オレンジロボットトイは男の子向けのロボットと雲という、より機械的で武骨なデザインだったと考えられます。こうしたボツになった案が後に再登場するという現象は、プレイタイム社の開発誌でも実際に確認されています。例えばデイジーやサニーバディのように、一度は却下されたアイデアが、後に正式なキャラクターとして登場した事例があります。その流れを踏まえると、オレンジロボットトイも同様に、ロボットと雲を融合させた没デザインが再構成され、物語に再び登場する可能性は十分に考えられます。マミーが柔軟性と母性を象徴する存在であるのに対し、このロボットは機械的で冷たい不正の象徴として対をなしていたのかもしれません。開発の過程でマミーが採用され、オレンジロボットトイは破棄されました。しかし、その没案こそが後に再構成され、あいつと呼ばれる存在の原型となった可能性があるのです。報告書の中には、関係者と思われる人物による興味深い一文が残されています。私は彼が好きだけどね、個人的に。この一言は、単なるものとしてのおもちゃではなく、彼という人間性を持った存在であったことを示しています。つまり、性別は男性で、雲の特徴を備えた個体。これが、ダディ・ロングレックスの初期試作モデルであった可能性が浮かび上がります。したがって、あのプロトタイプリビールファイルは、ダディ・ロングレックスの試作品、プロトタイプを披露するための動画であり、やはりモブによるミスリードであると考えられます。そして、現在確認されている雲のような足を持つ謎の存在。あいつは、破棄されたダディ・ロングレックスの残骸と、この初期構想段階を融合させ、新たに改造された個体である、そんな推測が成り立ちます。さらに、ダディがバーベキュー好きという設定も興味深い点です。もし彼がオーブンのような機能を持つ改造を受けていたなら、炎を操る存在としてキシーを襲った可能性も高まります。実際、そのイメージはポスターの中でも示唆されているのです。一見突飛に聞こえるこの推測も、報告書の黒塗り部分の扱いを見ると現実味を帯びてきます。もし完全に破棄された失敗作であれば、わざわざ名前を隠す必要はありません。にもかかわらず、プレイタイム社の内部資料で黒塗りにされているということは、社内の誰かが意図的にダディの存在を隠しているということを意味します。それは、彼が今もなおプロトタイプや巨大化実験と同等の危険度、秘密を持つ存在として扱われているからではないでしょうか。もしこの考察が正しければ、チャプター5で彼は再び姿を現すはずです。そして、炎を操る力を使い、プレイヤーをバーベキューにしてしまうかもしれませんね。あなたはどう思いましたか？お友達や家族にも聞いてみてください。もしこの考察が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。